ます。こっちこんばんは、ポテトです。今日もテータ向けていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、数値次第でニア対応が強くならないのかやっていきたいなと思います。ということで、至近距離のニアの検証ですね。こちら今までもやってきましたよというところで、そこではね、クルトワがニア弱いなというところ、見えてきたんですけども、これ数値で、どうにか差が出るのかというところをね、今回は確かめていきたいなと思います。ちょっとね、配信でもやったんですけど、そこだとプラスアルファみたいな検証でね、まとめてきたんで、見ていってください。検証方法ですね。検証方法は、以前と同じような形になっていきます。ゴールキックエリアの手前でね、シュートを打っていく形です。ゲージ 30% から 50% 前後ぐらいですかね。ゴールキーパーの調子は普通になっていますよという感じです。キッカーに関してね、スアレスになっております。いろいろね、経緯はあったりはするんですが、そちらも気になる方は過去の動画を見ていただければなと思います。で、今回なんですけども、検証で使うゴールキーパーですね、シュマイケル、そしてあとはショータイムのクルトワですね。こちらでいろいろ数値をいじりながらですね、見ていきました。配信とは違う順番になるかもしれませんが、まとめとしてね、分かりやすい順番にしておきましたので、見ていきましょう。はい、まずはですね、シュマイケルの初期値から見ていきます。ここではですね、仕様が変わってないかとか、あとは数値が本当に関係あるのかっていうのをチェックしたくてね、見てきましたよという形です。で、この検証なんですけど、配信中に20本で切り上げました。というのもね、かなり入りまくってて、これ以上やってもしょうがないなと思ったんで、切り上げてしまいましたっていう形ですね。はい、結果がこんな感じ。初期値の状態なんですけども、ほぼほぼ入ってたと3本しか止めれなかった、20本中3本しか止めれなかったですね。で、この3本も止めたというよりは、シュマイケルに当たったっていう感じになっていきましたね。なので、ここで言えることはですね、使用自体は大きくは変わってなさそうだなということと、あとは数値はやっぱり関係はしてそうですね。さすがに初期値は全然止めれなかったんでね。ということで、ここからやっていきましょう。まずはですね、シュマイケルのゴールキーパーセント99にしてみました。あとは他全部初期値ですね。潜水外は全部初期値状態になっております。これでもね、止めれるようになっていくのかというところですね。これを見ていきますよという感じです。で、こうやって見ていくとですね、初期値の時には、実質で止められなかったものっていうのを確実に止めていたなという形ですね。結構理不尽というかね、結構、それ止めるんだみたいなのは、見れたかなというふうに思います。はい、見ていただきました。で、配信ではね、30本だったんですけど、その後ね、20本追加でやっておきました。結果、こうなりました。はい。ということで、止めるようにはだいぶ上がってきてはいましたね。16本は50本中ね、止めていましたよということで、センスだけでも効果はあるということが分かったんで、ちょっと次行きましょう。今度はですね、コラプシングだけ99、他は初期値なんですけど、コラプシングだけ上げてみました。はい。で、こちらもね、配信では30本しかやってないんですけども、追加で20本やってきましたよという形になっていきます。センスなんか86とかなんですけども、それでもね、割と止めてはいたかな。で、一応ね、セーブシーンとかちょっと理不尽っぽいとこだけまとめておくとこんな感じですね。結構止めてるでしょ。いい感じですね。はい、見ていただきました。結果、こうなりました。はい、ということで、コラプシング99の方がね、今回は止めたっていう感じで、ここは誤差かもしれないけどね。はい、なので、コラプシングだけでも、やっぱ、効果はあるということが分かりました。で、実はこれ、勘のいい人はもう気がついてるかもしれないんですが、クルトワの以前の結果がこちらなんですね。はい、これですね、クルトワの数値見てほしいんですけど、実はですね、数値ね、クルトワこれほとんど勝ってるんですよ。センス99まではさすがにないですけど、ほぼほぼ勝っていても、実は今回セーブ率は変わんないという形になったんですよね。なので、ここだけ見てもですね、やっぱ身長のこの特性みたいなところが、出てきてるんじゃないかなということが言えるかなと思います。で、ここはちょっとここからクルトワのね、話も見ていきたいなと思います。で、クルトワの、センス99にした状態ですね。これも見ていきましょうということで、さっきのシュマイケルと違って、今回は、全部あとはね、コラプシングにも振りましたという感じで、コラプシング95ですね。ディフレクティングだけ振らない状態にしてますよという感じです。これでもね、だいぶ勝ってますからね、シュマイケルに数値はね。この状態どうなるかって感じだったんですが、はい、見ていただきました。やっぱりね、結構厳しかったですね。はい、結果見てみましょう。
はい。というところで、一番下ですね。こんな形になりましたよ。というところでございます。なので、結果的にはですね、以前のクルトワとね、あんま変わんなかった。まあ、ちょっと低くなってはいるんですけど、まあ、変わらなかったっていうのが正しいかな。で、一応同じシーン、同じようなシーンで比べても見たんですけど、これどっちも同じ数値の、これはセンス99のクルトワなんですけど、こんな感じでですね、上は止めて下は止めれなかったっていう形にはなってるんですけど、これね、やっぱ、なんなら上の方がちょっと近い状態だったりもしてるんですけど、それでも止めるとき、止めないときっていうのが明確にある。まあ、っていうことが分かりましたよと。こんな比較はね、以前にもやってはいるんですけど、同じような結果にはなりましたね。これ言えるのはですね、シュートに対して止める反応をするときとしないときが明確にあるよということは言えるかなと思います。で、これに関してはシュマイケルとかもね、同じでしたよって感じ。まあ、ただ、シュマイケルとかの方が、止める反応をしてくれることが多かったなっていう形ですかね。まあ、なので一定のやっぱランダム性っていうのはある中でその確率がシュマイケルの方が高いみたいな形になっていくということが分かったかなと思います。まあ、今回の検証に関しては明確に100本っていう感じで50本 ×2 本とかね2セットとかやってはいないんですけども、まあ、傾向はまあある程度見えてきたかなと思いますので今日は結論です。ニアのセービングは身長によって上限があるっぽいとします。はい、ということでいろいろ見ていただきましたけども、今回に関してはね、まあ確認みたいな検証なので、あんま派手というかね、面白くはないかもしれないんですけど、ただやらないことにはですね、どっちと言えないものになるので、まあ一応やっておこうかなということでやっておきましたよという形になります。で、一応ね、今回結論でも言ったんですけども、今回のような検証でね、まあ言えることは限られた場面にはなるんですけど、こういうようなニアのところに関しては、仮に数値が99とかだとしても、多分クルトワみたいな高身長系、超高身長系っていうのかな、は厳しいというか上限があるのかなとは思いましたね。もちろんある程度数値が上がってないと意味ない部分はあるとは思うんですけど、その限界があるのかなとはちょっと思いましたね。まあ、なのである意味そのニアを意識しすぎて数値にこだわりすぎなくてもいいのかなとは思います。まあでも結局ね、キャッチングとかクリアリングとか上げたいから結局上げることになるとは思うんですけど、ここにこだわりすぎなくてもいいのかなとは一つ言えるかなと思います。まあ、個人的にはね、今までの検証から言うとやっぱコラプシングとかキャッチングは強いて言うなら重視した方がいいんじゃないかなとは個人的には思ったりはします。今後はニアとかに関しては、まあある程度こんな感じでほぼほぼ終わりかなと思います。で、あとはあれですね、以前やったようなコンカとかのミドルレンジとか、ああいうとこのシュートの検証で、数値ごとにね、見てみたいですね。センス99とか、コラプシング99とかね、ディフレクティング99とかでもうそれぞれね、見てみたいなとは思ってますので、またね、こういう検証やってほしいなとかあったら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。はい、というところで、この辺はですね、ぜひ、参考に、育成とかのね、参考にしていただければなと思います。この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後ね、雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね、雑談になっていきます。はい、ということで、まあ、明確に今回は、まあ、身長のところは見えてきたかな。もちろん、ね、シュマイケルとかでも数値ある程度振らなきゃいけないけども、身長での上限はありそうでしたね。ってことが分かったから良かったかなと思います。てか最近ちょっとね、夜編集してるとね、ちょっともう気失っちゃうんですね。寝ちゃう。この動画もね、実はちょっと気失ってて、今、深夜の3時に撮ってるんですけども、あんま声腫れてないかな。ちょっとごめんなさい。あと、鼻水とかがすごくてね、これ、花粉症かな。まあ、認めたら終わりだと思ってるんで、花粉症じゃないと思ってるんですけど、ちょっとなかなか厳しくなってきそうですね、今後の季節。はい。なんかいい対策法とかあったら教えてください。ということでまた。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になったら面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、クルトワの数値についてね、やってきました。まあなかなか難しいところもあれば面白いところというかね、見えてきた部分はありますので、今後もね、いろいろやっていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。